ボンジュール。今、私はセーヌの左岸を歩いています。ブキニストがお店を広げています。正面に見えている建物はルーブル美術館。ロワイヤル橋のたもとの柳が芽吹いてきました。今日はパリで今おそらく一番話題になっている展覧会に行ってみましょう。場所はオルセー美術館。ここでマネ・ドガという展覧会が開催中です。オルセー美術館の正面に来ました。左側の入り口から入りましょう。この展覧会3月28日から始まったんですが、7月23日まで開催されています。かつての鉄道駅を改装した美術館。特別展の入り口はこの辺りです。マネとドガといえば、19世紀のフランス絵画を語る上で必ず登場する巨匠です。今回はその2人にフォーカスした展覧会。会場に入るとまず2人の肖像画があります。こちらがドガ。こちらがマネ。マネは1832年、ドガは1834年、2年違いで2人ともパリで生まれています。マネもドガも裕福な家に生まれています。これはドガがおじいさんを描いた絵。この方は銀行を設立したようですが、この肖像画の時点で87歳だそうです。ずいぶん立派な方ですね。一方、マネの父親は法務省の高級官僚で裁判長まで上り詰めた方。母親は外交官の娘で、彼女の名付け親がスウェーデンの王様だそうですから、かなりハイソサイエティな家庭に生まれたということになりそうです。この両親の肖像画のなんとなく痛めしい感じ、お家の中の雰囲気は一体どんな感じだったんでしょうね。友人でもあり、またライバルでもあった2人の関係。この絵がとても興味深いです。ドガがマネ夫妻を描いて送った絵。現在、日本の北九州市美術館に所蔵されている絵がパリにやってきています。マネはピアノを弾く婦人の描き方が気に入らなかったようで、絵の右側の部分を切ってしまいました。こちらがマネ自身が婦人の姿を描いた絵です。絵が切られてしまったことに怒ったドガは、これを自分のところに引き取り、キャンバスを継ぎ足してまた改めて制作しようとしたようなんですが、結局そのままになったようです。こちらは有名なマーネの代表作の一つ、オランピア。1865年のサロンで大スキャンダルを起こした革新的な絵です。西洋絵画で裸体を描くことは昔から行われてきたことですけれども、これは神話とか宗教のシーンとしてではなくて、明らかにその時代の娼婦とわかるもの。それはセンセーショナルだったでしょうね。新しい時代というのはそんな風にスキャンダルとともに始まるのかもしれませんね。
絵画に詳しい方にはもう一目瞭然なのかもしれませんが、私は時にモネなのかマネなのかどちらの作品か迷ってしまうようなものもありました。この展覧会はオルセー美術館とオランジュリー美術館、そしてメトロポリタンミュージアムの共催という形です。現在はパリで開かれていますが、秋から冬にかけて今度はニューヨークへ行きます。私は個人的にこの作品にとっても魅力を感じました。暗い平面のバッグにおそらく絹の衣装を身につけた女性が際立って見えます。オウムと足元にはなぜかレモン。とても印象的です。このマネの作品と対をなして展示されていたのがドガのこちらの絵。赤い鳥と青い衣の女性。どちらも何か物語が生まれてきそうな、とてもニュアンスのある作品だと思いました。この辺りはモリソ家のサロンというテーマで構成されたコーナーですが、マネはベルト・モリゾをモデルにした絵をたくさん描いています。彼女自身が印象派の画家として活躍していますね。やはり裕福なブルジョワ家庭で、その家がいわゆる芸術家たちの交流の場になったというわけです。ベルト・モリゾはマネの弟と結婚しているというくらいとても近しい間柄だったようです。こちらは海をテーマにしたコーナーなんですが、このマネの作品とても日本的だと思いませんか？この時代はマネに限らず、当時の画家たちの間で日本趣味が流行していたことは確かですよね。こちらもマネ。やはり当時から始まった海水浴のシーンです。馬に乗ったカゴのまま海に入ったりしていた様子、またドレスのまま海岸を歩くとか、当時の風俗が生き生きと描かれていると思います。こちらもやはり海水浴のシーンを描いているんですが、ドガの作品でメイドさんに髪をすいてもらっている少女、まるで着せ替え人形のピースみたいに、これは水着かしら、そういったものが砂浜に散らばっているのがなんとなくユーモラスに思えます。このあたり明らかに印象派の時代の到来を思わせます。これはマネの作品。マネ自身は印象派展には参加してなくて、むしろ印象派の画家たちに影響を与えた先駆者と言えるようです。パリジェンヌというテーマのコーナーが私は特に興味深いなと思いました。これはドガの作品。洗濯屋さんで働く女性やアイロンがけをする女性が描かれています。パステルを多用する時代になってきた頃ですね。この中央の絵はアブサントという有名なドガの作品。実際に存在していた女優をモデルにしているそうなんですが、左側にあるのも実は同じ女性をマネが描いたもの。ドガはすっかり酩酊して正気を失っているような女性として、一方マネはちょっと男性の気を引くような女性として描いている。その対比が面白いと思いました。モデリストという
例えばオートクチュールメゾンなどで制作担当の女性をテーマにしているんですが、これはドガ。私はこの絵を初めて見ましたが、色彩が豊かでとても魅力的だなと思いました。アトリエの柔らかい空気感みたいなものが伝わってきます。そして同じテーマでこちらはマネ。ドガの作品は何かふわっとパウダリーな印象を受けるのに対して、こちらのマネの作品には少しゴージャスでクリーミーな雰囲気があるなと思ったんですが、いかがでしょう。男女の関係性をテーマにしたコーナーもまた興味深いです。これは高級娼婦を描いたマネの作品。暗さがなくって上品な洋服のディテールとか室内の装飾、女性も男性もおしゃれです。マネ自身とてもハンサムでスマートで、こういう世界の作法にも通じた人だったことでしょう。一方こちらはドガの作品。彼は女性とお付き合いするのが苦手で、自分でも遊ばなかったと言っているくらいです。絵は色彩もですが、描かれた2人の雰囲気も何か暗い後ろめたさを感じます。女性の裸体というのは、特に男性の絵描きさんにとっては永遠の大テーマなんでしょうね。同じく背中を中心に描いた構図でも、ドガの場合は女性の表情が全く見えないのに対して、マネの女性は視線がしっかりとこちらを見ている。そのあたりに大きな違いを感じます。これはマネの版画ですが、なんだかものすごく日本を感じてしまうのは私だけでしょうか。あれ、またオランピアと思ったら、これはゴーギャンの絵でした。マネに倣ってとタイトルにあります。マネの絵が後の時代の巨匠たちにいかに大きな影響を与えたかが伝わってきます。これは晩年のドガを撮影した写真のようです。マネの静物画が壁に飾られています。その実物の絵がこちらです。ハムを描いたものですね。その上には例のマーネ夫妻をドガが描いた絵も掲げられているようです。こちらが最後の部屋です。マックシミリアン皇帝の最後を描いたもの。これは本当にあったお話で、皇帝が銃殺刑に処せられるところがテーマになっています。マネは大画面の作品として描いていたんですが、どうやら後にカットされていたらしく、ドガはそのマネ作品を再構築しようと試みたもののようです。マネは51歳で足を切断し、経過が悪くて亡くなるという痛ましい最後でした。マネの葬儀でドガが述べた言葉が壁に掲げられていました。彼は私たちが思っていた以上に偉大だった。ドガはそれから30年以上長生きするのですが、晩年のドガは失明していました。画家の目が見えなくなって生きながらえなくてはならない。
それがどんなことなのか察するにあまりあります。そういえばあの作品がなかったと思って常設展の会場の方に来てみました。草上の昼食、マネが一時代を開いた代表作。この絵は印象派のいつもの部屋にありました。ところでその展示室に行くまでの間に実はこの象徴的な絵が掲げられているんです。けれども私たちはみんなこの風景の方に思わず引き寄せられてしまっているので、どうしてもこの絵を見落としてしまいがちになります。バチニョールのアトリエの様子を描いたこちらの作品、印象派に代表される新しい絵画の時代を告げるものなのですが、その中央にいるのがまさにマネ、その人なのです。オルセ美術館から歩いてそうですね5分くらいのところでしょうか。サンジェルマン・デ・プレ界隈はボナパルト通り、ここにアートの名門校国立美術学校ボザールがあります。今日はちょっと様子が違っているんです。というのも年金支給年齢引き上げへの抗議デモが行われる日なんですが、それと連動して学校などでもこんな風に一風変わった意思表示をしていたりするんです。私がこの通りに来たのは理由があります。おそらくもうじき見えてくるはず。どうやらここですね。5番地。エドワール・マネが生まれた場所です。とても裕福な家に生まれたというふうに冒頭でもお話ししましたけれども、門扉もとても立派。彼が生まれた当時は通りの名前が違っていたようですが、番地は同じ。確かにここで生まれたことがこのプレートからわかります。それにしても通りの喧騒とこの由緒ありげな建物の感じ、このコントラストがまさに今のパリかなと思います。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。アビアント。